こんにちは、ロン毛です。坊主でございます。今日は最近の私の受け取ったものをいいですね。ご紹介したいと思います。お待たせいたしました。はい。待っておりました。今回は何個あるんですか？今回多いよ。多いから。多いんだ。1、2、3、4、5個。結構ゲットしてるな。いや前回のやつが、ミュウミュウのやつとかを紹介した春ぐらい、夏前かな、結構春夏ものだと思うんですけども、一気に秋冬ものの最近ゲットったものでございますので、お付き合いいただければと思います。はい、1個目、バッグを新調いたしました。それこそミュウミュウのバッグはミュウミュウのバッグね、前回の動画見ていただいたら分かると思うんですけど、ヌメ革でして、で経年変化でどうにでもなるだろうと思ったんだけど、一回大雨に降られて、でいけるっしょと思って普通に歩いてたんですけれども、濡れたら水染みがものすごいついて、バーッとまばらみたいになってしまって、どうもいかんとっていうことで、ちょっと泣く泣く手放しまして、その代わりといってはなんですけれども、受け取ったのがこちらでございますね。こちらのちょっと不思議な形をしております、このバッグは MM6 のものでございますよ。なるほど。私あんまり MM6 がどういったものかもあんまり下手に喋るとなんか炎上しそうなんでわからないんですけれども、ヴィンテージもので、年代不詳のものでございますね。非常に役立っております。というのもこれ出勤用のバッグでございますので、パソコンが入らないといけないというのが、てか前のそれこそミュウミュウの形みたいなサイズ感に近い、前回話したように気分は手提げと言いますか、これは一応片目としてはトートバッグにもなると言いますか、こうもできるんだけども、基本的にこんな感じのこういう感じで私は持ち運んでいるわけなんですけれども、ミュウミュウのやつの欠点が、どうしても雨に降られて、パソコンが入ってて、カバーはしてるけど、むき出しの状態であると。これに関してはチャックがついておりまして、で、いわゆるレザートートバッグと違って、これがもしかしたらMM6 らしいっていうディテールなのかもしれないけど、針金のようなディテールがついておりまして、何年前か知らないけどラップトップがない時代に作られたものではあると思うんですけども、シンデレラフィットといいますか、こういう感じで、ちょうど、これ私が使ってるカバーなんですけれども、これがシュポッと入ると。シュッと入りのここで閉じれば、雨も小雨だったら全く問題ないという感じでございますね。でちょっといろいろとこの色が剥げたりしてたので、クリームを塗り込んで、今この感じでございますね。でこの持ち手がもうボロボロだったので、私が通っている靴のワークショップのベースワークスさんでレザーを付け替えまして、今この状態でございますね。ハンディですね。確かにミュウミュウも非常に良かったんですけれども、使い勝手としてはちょっとこっちの方が良くて、アップデート版といいますか、それちょっと通勤用に、いいね。そうこの年になっての MM6 デビューですよ。いいバッグです。いいバッグです。相変わらず気分は手提げ。そして相変わらず面白いところっていうかさ、その MM6 とかミュウミュウとかさ、今までとは違う路線の方から攻めるんだね。私ね、最近思ってるんですけどね、Google 先生にね、してやられてる気がするんですよね。これもミュウミュウもおすすめに出てきたわけですよ。私がいろんなものを見てて、ミュウミュウとかでなんかもしくはアーカイブバッグとかで調べてた時に、こんなんどうでしたろみたいな感じで全く関係ないやつのバナーが出た時に、なんじゃこれはとまんまと下北の古着屋に出向いて形を調べ、ここがボロボロになってたので、値段も抑えめで付け替えれるしいいやと思って買った1個でございますね。でもすごく気に入っております。いや、いいと思う。レザーが破れたら、もしかしたらダメージによっては補修できるかもしれないので、そこら辺はクリーム塗りたくりながらやっていこうかなと思います。これが1個目の私の受け取ったものでございます。非常に重宝しております。いいですね。で2個目なんですけども、この中からそういうこと出てきます。なるほど。気分は手提げで、手提げの寒くなってきた時に必要なのがグローブを新調しました。前すごい長く使ってるみたいなグローブあったよね。あったね。10年以上使っていて、私が持っているものの中で一番古いものの一つに挙げた、ロンドンというか、イングランドのチェスター・ジェフリーっていう、今はもうない私が昔カスタムメイドで作ったグローブがあったんですけども、
あれがねもう裂けてあボロボロになって、レザー製品まあケアによるかもしれないけども、10年経ってちょっとでも多分ケア怠ると高温多湿のまあ季節を通過する日本だったらちょっと、ダメージ入るのかなと思うんですけども、あれがもうとんでもないことになりまして、これはいかんと思って私が新調したのがグローブ専門ブランドといいますか、デンツのライニングなしのシープスキンの手袋でございますね。ピタピタのやつだ。これがね意外とピタピタじゃないですよ。私ねピタピタのやつ巡り巡ってあんま良くないんじゃないかと思い始めて、ピタピタでもちろん私はその当時のこう、こじらせと言いますか、こじらせじゃないけどいちいちこの白紙の上にこうペタってやってこう型取って送って作ってもらったやつがあるんだけど、ピタピタではあるんだけど、こうやっぱりピタピタだからこの縫い目にテンション結構かかってきて、もちろんもう本当にセカンドスキンみたいにフィットするんだけど、逆にジェネリックといいますか、こういうクラシックな少しゆとりがあっても意外といいんじゃないかと思い始めましたね。イギリス紳士のようにちょっとこの指が長く見えるっていうちょっと余ってるけど、ね、確かにね、ちょっと余ってるけどステスンのように、そうステスンのようでビタビタの憧れももちろん私はあったんですけども、巡り巡って全然ビタビタじゃなくてもいいんじゃないかと思い始めまして、で、クラシックなライニングなしのグローブなんですけれども、もう現代のテクノロジーで嬉しいのがこれスマホ使えるんですよ。ここがおそらく特殊な加工がされていて、静電気が通るようになってて、通勤とかに使う時にこういちいち外すかっていうと、ピッタピタじゃないけどちょっと着脱が面倒くさいっていうのもあるので、これをしてる状態でスマホが使えるんだったらもう非常にいいんじゃないかと思いまして、これを新調してちゃんとケアして、オイル塗って保管をちゃんとしていけばまた長く使っていけるんじゃないかなと、結構切り替え時期なのかもしれないっていうのはありますね。革製品やっぱ10年ぐらい経つと、ちょっと保管の仕方を間違うとやっぱりちょっと壊れてくると言いますか、でピタピタ信仰の皆様方、意外と既製品もありな気が私はしますね。巡り巡って私はこのデンツのこれがサイズ7ですね。多分日本人の方だったら渡るくん多分7ハーフぐらいだと思うんだけど、これ多分入んないと思うんだけど、渡るくん手大きいから、私の平均的な日本人の方だったら7でいいかなと思います。スマホも使います。これで新調いたしました。で3つ目なんですけども、着ております。こっちそこインナーのタートルネックでございますね。ベルギーはアントワープのヤンヤン・バン・ネッシュの、インナータートルネックみたいな感じでございます。結構ヤンヤンに特徴的なニットのこの腕がちょっと細い感じのタートルネックでございますね。ちょっとこう白が混じっているような、ちょっと暗めのごま塩みたいな感じの、これをゲットする経緯としましては、タートルネック的なもの私好きなんですけれども、以前紹介したアンクルイドっていう、プルオーバーのバージンウールのトップスがあるんだけど、あれがちょっと分厚いわけ、でこう重ね着すると今みたいな季節、ちょっと肌寒くなってきた時にあれ1枚だとなんかあれだけど、あれにまた着ると暑いと、電車の中で暑いってことで、なんか絶妙な薄さのタートルネックを探してて、ないのよ。いろいろ探して、これがね絶妙に薄いのよ。そうだね。透けるか透けないかの狭間ぐらい、で軽くてチクチクもしないし 100% ウールなんだけども、非常に着やすいと。インナーとしてだね、なんかこうやっぱりちょっと形が特徴的なので、1枚で着るのももちろんいいんだけど、私的にはこうあくまでもインナータートルネックみたいな感じで着ることが多いかなっていう感じでございますね。なんかおすすめありますか、タートルネック？いや俺も探してますね。本当に？タートルネックは求める条件っていうのはどうなんですか？カシミヤだったらさ、あったかいけどさ、ケアが大変だとかさ、毛玉になるだとかさ、求める条件、でもそれこそ俺もこういう中に着るタイプはずっと探してるっていうか、うちのお店で今今季はニット1枚も入ってないのよ。そうなんだ。1枚もっていうか、そうだね、なんかフードのやつとかはニット素材みたいなのあるんだけど、こういわゆるニットっていうのを秋冬は入れてなかったので、やっぱそういうのを自分でも欲しいなと思って、来季次の秋冬までには何かこういいニットを入れられたらいいなと思ってるんですけど。首つってるものとかどうなの？
俺好きだよ。本当にだからこれとかも首詰まってるの好きだし、そういうのは好きなので、タートルネックはめちゃくちゃ好きだね。本当に、もうチクチクしないのもいいよな。これ全然チクチクしないね。ここ最初締まりがあったかなって感じだけど、ちょっと伸びて、本当にちょうどいい感じのインナータートルネックでございます。はい、4着目でございますね。時間が空いてしまいましたのでちょっと薄手のものになるんですけれども、これは私夏場からガンガンに着ておりました日本のブランドクラシカの東京の表参道にありますコンテクスト東京、私たちがいろいろとお世話になっているところの7周年記念の1着でございますね。別注のものでございます。これがもともとコレクションで使う予定だった日本製のリネンの生地なんですけれども、それを使う機会がなくて眠らしておいたんだけども、今回のコンテクストの7周年記念に際してこう使っていただいて、限定7着かな。なるほど、そう7周年にちなんで、7周年の意味も含めてこうちょっと着物に使われるような糸でちょっとポツポツこう手縫いでデザイナーの川村さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方がこう細工をしてくださって、その7つの飛び石を7年目ということで、でこう糸がちょっとこう垂れているような感じでございます、続いていく。そうでもう私はこれはもう生地がいいと、非常に。でなんか渡君にとってのそのアビマのちょっと少し可愛らしい生地といいますか、ちょっとこう女性的チックなうまいこと柔らかさが出てるバランスのような感じで、私もちょっと柔らかいこういう生地を取り入れるのもありかなと思って一目惚れして受け取ったものでございますね。もう超身幅たっぷり、こんなんそうだね。こんなんショルダーの位置とかもね、なんか普通のあれとは違うもんね。これがね重宝するんですよ。夏に1枚でもちろん着てもいいし、インナーを挟んでもいいし、もう秋にも全然 OK な感じの。そうで今のこれでいいもんでしょ。こういう使い方がねできるからね、私非常にいいんですよこれ。すごい気に入ってるこれ。で何回か洗ってくしゃっとしてて今こんな感じでございます。絶妙なライトグレーでね、柔らかさ甘さありつつ、ゆったりと言いますか、こう大人の余裕ありつつみたいな感じの一着でございますね。すごい気に入ってます。これ最高。今のこの全身黒にそういうちょっとライトグレーみたいな、いいね。これが4着目でございますね。いいですね。いいセレクションでしょう。そうだね。幅広く小物から洋服まで。そう。では最後の5着目。5足目やっぱりそうくるそうかなと思いつつ、最後の最後にちゃんと持ってきますので、一つは手前味噌なものなので、また仕上がりましたのでお見せしたいと思います。包まれて隠しながら、靴がまた完成しましたので、ちょっとお披露目したいと思います。今回挑戦したのは何だったっけ？何作るっつったっけ？覚えてる？モンキーブーツとか言ってなかったっけ？だいぶ前だね。それは違う。だいぶ前ですね。それは。なんだろう。今回作ったのは夏用の白い靴ですね。真っ白。ででーん。なるほど。これ1枚ぐるっと。スリッポンみたいな。サイドゴアスリッポン。こういう感じでございますね。ちょっとオフホワイト。でリブラムのソールを貼り付け、できるだけこう軽めなタッチで作った一足でございますね。木型今一緒、履いてるブーツと一緒。これ一緒。そうだよね。そうやっぱこの木型私はすごい好きですね。これねバッチバチに作りすぎまして、足入れがめっちゃ大変なんですよサイドゴアだけどやっぱサイドゴアっていうかこのゴムって大切なんだなと思って、この両面にないとなるほどね、意外と伸びない、革って意外と伸びないっていうのを学んだ一足でしたね。完成した時に足入れめちゃくちゃ大変で終わったと思ったのね。入れらんねえと思ったらめっちゃ痛かったね。入んなかったから最初。そうなんだ。そうでも今も靴べらがないと履けないですこれ。ちょっと履いてみたいと思うんですけど、ちょっと靴べら貸してもらえますか。手袋の時も言いましたけど、ビタビタ愛好家が最近私疑問になってきましたね。ビタビタで作ると痛いのよそもそも。靴に関してはもちろんカスタムでビスポークで作るっていうのも相当腕ないと作れねえんじゃないかって、私が素人ながらに作ったその構造とかもあんまり分からず作ったそのものなんだけども、
意外と大変なんだなと、ビタビタに作るのは。そっちのブーツはだって両サイド。そう、両サイドでこんだけ広く取ると全然違うね。確かにそうだね。広さが全然違うわな。これとこれ全く違うからね。足入れ。そうだね。もうあれですよ、拷問レベルよこれ。これね、俺右利きだから左足の方が大きいのね。右は入るね。はいはい。ここがねもう痛くてしょうがないの。今でも痛いもん俺これ。こんな感じ。足入れは結構大変なんですけれども、こういう感じでございますね。軽さが出るようなオフホワイト。私もう夏これでしたよ本当に。まあこれないけどね。白い靴ってね、なんかこう憧れがあったんですよ。確かにあんまりね、やっぱり靴って暗めのトーンのものがやっぱり多いから、こういう白系の足元だったらやっぱまあスニーカーとかになっちゃうじゃん。革靴で作れるんだったらと思って作ったのがこれでございますね。ちょうどよく新型のビブラムのこのガムソールといいますか、ベージュの靴底もご用意があったので、それを貼り付けてって感じでございますね。これ夏に非常にね足元軽さを出すにはいいかなと思って、これもまあ足入ったらいいから、最初は大変だったけどちょっと伸びてきたので、そうだよね。履いていけばね。履いていけばいい感じになってこれからも活躍するんじゃないかと。それはそのサイドゴアを片っぽにするのは自分でそういうふうにするって言ったんだ。まあ先生もまあ大丈夫でしょうっていう感じでやったんだけど、この革のチョイスもあるんだよね。これちょっと硬めな革でこのダブルステッチしてるんだけど、その補強のためにダブルステッチにするとここが伸びないわけ。確かに。そう意外と伸びないわけ。俺まあ伸びるっしょと思ってたんだけど、そういった意味でも学びが多かった一足かなと思いますね。で作れば作るほどクラシックな紐靴の有益性といいますか便利さといいますか履き心地も含めて、そうだね、着脱も含めて、着脱も含めてフィット感も含めて、でゆとりも含めてやっぱ特に外バレのダービーシューズとかのこのデザインのメイクセンスするところが多いんだなっていうのは作ってみて感じました。非常にいろいろと学べた一足でございました。大満足でございますね。で今また新しいものを作ってます。バックトゥベーシックじゃないですけど外バネのブーツを作っておりますので、ブーツね。そうそれをお披露目するのが次の夏にならないようにちょっとねこの寒い期間中に履けたらいいよね。そうですね、なので引き続き作っていこうと思います、はい。ということで今回も結構ボリューミーな感じな、ちょっと時間が空いたからね、確かにちょっとこういう薄手のものも紹介しましたけれども、相変わらず結構Google 先生にしてやられてるところもあるけどもいろいろとアップデートといいますか、こう切り替えといいますかやっている時期でございますので、非常に今楽しい感じでございます。りょうくんらしい、私が最近ゲットした5つのものでございました。はい、というわけで、引き続きこういうファッションネタ、ちょくちょくやっていこうと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。はい、この度はご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。